この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。じゃじゃん！今回は僕がメインで使っている片手デバイス、ツアーボックスがなんと発売から4周年を迎えられたということで、4周年を記念したお得なキャンペーンのご紹介と、ツアーボックスにこんな機能を割り当てたら便利だよっていう僕がよく使っている機能の紹介をしていきたいと思います。ツアーボックスって何っていう人もいると思うので、簡単に紹介しますね。これがツアーボックス本体です。デジタルでお絵描きしてるとですね、使っているツールをペンに切り替えたり、消しゴムに切り替えたり、画面をズームアップしたり、ズームアウトしたり、いろいろな操作が必要になりますよね。でもそれを全部画面上で、メニューボタンをポチポチ探していると、もうまどろっこしくて作業がはかどりません。なのでその機能を全部ここに割り当てて、感覚的に操作できるようにして、作業効率をぐぐーんとアップ。それを実現してくれるデバイスなんです。それがね、このツアーボックスです。そして今回新たなアップデートがありまして、機能が充実したんです。これがツアーボックスの設定画面なんですが、ここを見てください。ビルドインって書いてありますよね。このビルドイン機能っていうのは何かというと、自分で割り当てたい機能のショートカットをいちいち調べなくても、ここから選んでボタンに設定すればいいっていう楽ちん機能なんです。結構ね、ショートカットを設定するときに困るのが、画面の左右反転機能を割り当てたいんだけど、ショートカットわからないな。調べなきゃ。なんていうことありますよね。そしてそれを全部調べていくのって結構面倒なんですよね。ほら、見てください。ビルドイン機能を開いて、そしてレイヤーの部分を開いてみると、ほら、ありました。カンバスを左右に反転。ショートカットをいちいち探さなくてもね、ここから機能を簡単に割り当てられちゃうんです。これ便利ですよね。そしてビルドイン機能は API 連携によって実現された機能なので、一部ソフトのキーボードショートカットではできない機能も追加されているんです。例えば、レイヤーマスクの追加とか、レイヤーの表示非表示にはショートカットが割り当てられないんですが、ビルドイン機能を使えば簡単に割り当てることができちゃうっていうわけです。単純にね、ショートカットを割り当てさえできればいいというのではなくて、ソフトの使いやすさまで考えて開発されているのがここからも伺い知ることができます。今回は Photoshop のビルドイン機能がなんと200個追加されました。ツアーボックスさん、こういうアップデートを細かく対応してくれている印象なので、かなりね、僕の中で信頼性が高いんですよ。クリエイターのこと本当に考えてくれているなーっていう風に感じます。じゃあ実際に僕が設定している機能3つ紹介していきますね。合成モードの切り替え。もうね、いきなり一番おすすめの機能を紹介しちゃいます。それが合成モードの切り替えです。これは主にエフェクトをイラストに追加したい時に使うんですが、イラストの上に何か発光するようなエフェクトを書くことがあるじゃないですか。こんな風に。でも、通常レイヤーモードだとしっくりこない。もうちょっといい感じにバックの色が透けてほしいななんていう時。そんな時は、こんな風にレイヤーモードを選択して、次にレイヤーモードを切り替え。で、まだしっくりこないから、もう一回レイヤーモードを選択して、次に切り替え。まだしっくりこない。もう一回レイヤーモードを選択。こんな風に何度もメニュー画面から切り替える人って少なくないんじゃないでしょうか。でも、ツアーボックスにレイヤーの合成モードの切り替えを設定すると、見て。このつまみを回すだけで切り替えを瞬時に行ってくれるんですよ。いろいろな合成モードを試すのにはめちゃめちゃ便利じゃないですか？やばいでしょこれ。ちなみにね、この機能って言うてもそんなに頻繁に使うものではないので、そこまでメインの押しやすいボタンに設定したくもないっていう人がいると思うんですが、大丈夫。ツアーボックスは同時押し込みにも対応しているので、このトップボタンを押しながらつまみを回すっていう設定の仕方もできちゃうんですよ。ここに割り当てておけば、普段はこのつまみを画面のズームアップ、ズームアウトに使うけど、エフェクトの確認の時だけに、レイヤーモードの確認をする。こんな使い方もできちゃうってわけなんです。これすっごい便利でしょ？
被写体の選択からのコンテンツに応じた塗りつぶし。あと僕がよく使うのが、被写体の選択とコンテンツに応じた塗りつぶしです。僕は動画で添削動画を出しています。なのでそういった事情もあって、他の人が描いたイラストを編集することも少なくないんですが、レイヤーがね、最初から綺麗に分かれていればいいんですが、データの半分くらいはレイヤーが統合されていて、1枚の画像として保存されているのも少なくないんですよね。そんな時に使えるのが、今回紹介する被写体の選択です。こんな風に統合されたイラストでも、はい。このように選択範囲から被写体の選択を選ぶと、ほら、一発で画面に含まれる被写体、キャラクターを選択してくれます。でね、キャラクターを切り離して別のレイヤーにした後、切り離した下の部分は大穴が開いちゃうじゃないですか。この部分も自然に埋めてくれたらいいですよね。そこで使えるのがコンテンツに応じた塗りつぶしです。編集からコンテンツに応じた塗りつぶし。これを押すと、ほら、周囲の状況に合わせて、なるべく自然になるように AI がね、隙間を埋めてくれるんですよ。これで1枚のレイヤーに統合されていたイラストから、キャラクターだけをレイヤー分けしたイラストが簡単に作れてしまいました。この機能は僕もよく使うので、トップとトールボタン、トップとショートボタンの同時押しにそれぞれ割り当てて使っていますね。回転ビューツール。でね、最後になっちゃいましたが、これが今回紹介する中で一番頻繁に使っている機能かもしれません。それが回転ビューツールですね。絵を描いているとね、特に線を描くときに気になることが多いんですが、線が描きやすい角度ってあるじゃないですか。だから特に線を描くときには頻繁に画面を回転させたいことってあると思うんですが、これをね、メニュー画面からやるのって結構感覚的じゃなくなっちゃうんですよね。線を描く手を一旦止めて、そして回転ツールを選んで画面を回転させて、もう一度線を描き始めなきゃいけません。すごい些細なことなんですが、これって何度も何度もやっていると超疲れるんですよ。できるならね、線を描く手をなるべく止めずに、アナログの紙を片手で回しながら描くような感覚で、片手で紙を回転させながら描きたいんですよね。それがツアーボックスでは簡単に実現できます。この回転ダイヤルにキャンバスの回転、これをね、設定しちゃいましょう。そうすると、ほら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 、これを回すだけでキャンバスが思い通りに、そして片手だけで簡単に回転させることができちゃいます。書いている手を止める必要はありません。もうね、やってみるとわかると思うんですが、まるでアナログで紙を回転させながら書いているみたいな感覚が実現できちゃうんですよ。これはね、今回紹介した中では一番地味に思えるかもしれませんが、実はものすごく使える機能です。ぜひツアーボックスを手に入れた際には試してほしいですね。最後に今回紹介したツアーボックス4周年ということで、キャンペーンのお得情報があります。製品1台購入の場合には 16% オフ、そして3台まとめて購入の場合にはなんと 20% オフで購入ができるとのことです。またコラボ特設ページにて僕が作成した Photoshop のプリセットをダウンロードしていただくことができます。普段 Photoshop 使っているよっていう人はぜひこのプリセットも合わせてご活用していただければ嬉しいです。今回は作業が便利により快適になる片手デバイスツアーボックスの紹介でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。